はい、ということでいつも、福原美穂の YouTube をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、私の、相関図、ちょっといろんなテーマがあるので、今日紹介できるのはこういう感じで紹介していこうかなと思うんですけど、私がおりましてですね、どっからいきましょうかね。まずはじゃあ家族からいきましょうかね。福原美穂が属していた家族、以前ですね、今も属してるんですけど、福原家でございます。まずですね、父、母、いましてですね、父も音楽やっていたっていうヒストリーがあったりして、で、母も音楽好きということで、うちはよく皆さんびっくりされるんですけど、5人兄弟でございます。はい。まずですね、姉、私の6つ上の姉が長女いまして、そして私が次女ですね。で、次が弟なんですけれども、長男、彼はアーティスト、シンガーとしても今活動しているので、ちょっと名前を出しましたけれども、福原望という名前でですね、いろいろ活動しております。そして妹1ここが結構年が離れてるんですけども、11年ぐらい離れてるのかな、この3番目からの。最初はこういう感じだったんですよ。5人家族みたいな感じでいたらですね、サプライズ妹が生まれまして、でわーっと思って、やっぱ可愛かったんですよね、妹1。で、その後にですね、また発表があるということで、ちょっと数ヶ月後ぐらいに両親からちょっと家族会議発表があるということで、妹2が生まれるっていうことでですね、ちょっとここは年子なんですけれども、妹1、2ということで、5人兄弟で育ちましてですね、私も東京に上京していった時にはもうね、この妹たちちっちゃかったんですけど、離れてしまうっていう感じで、あまり一緒にこう家族っていう時間を過ごせたことがない、印象があるんですけれども、全員音楽をやります。はい、音楽一家でございます。特に姉はですね、吹奏楽でね、3、4個楽器を移動して、フルート、サックス、トロンボーン、ユーフォニウム、チューバ、5個ぐらい弾けるんですよ。ちょっと変わった経歴の姉がいて、で私はトロンボーンやってたんですけど、歌とやってましてね。で、弟もずっと野球やってたんですけど、歌に目覚めて歌を今やってまして、で妹1、2もですね、パーカッションやったりとかで、一番下の子が今歌いたいということで音楽をやりだしたりしていてですね、はい、とっても音楽に愛された家族というか、はい、家族を紹介してみました。そしてちょっとこっちちっちゃいんですけど、今のね、私が、結婚した主人と、主人から生まれた子供っていうことで、こんな感じで、犬もいましたね、今、ラブちゃん、はい、ラブちゃん、ラブちゃん、ジャック・ラッセル・テリアのラブちゃんがいます。ここにも犬がいます。犬マロンくん、はい、マロンくんが今も生きてるんですけど、はい、という感じで、家族構成がありまして、次はですね、そうですね、ちょっとこっちに行きましょうか。じゃあ、リスペクト、尊敬しているアーティスト、また同期ではないですね、尊敬しているアーティスト、そして人生が変わった仕事を私が出会って、本当に影響を受けたアーティストということでですね、紹介していきたいと思います。チャーさん、はい、皆さんご存知だと思いますが、ギタリストのチャーさん。チャーさんはですね、もう10年ぐらいになるかな。はい。たまたまフェスで、同じフェスに出てた時に一緒にちょっとコラボしましょうということで、もともとある証券会社さんの CM でご一緒させていただいて、撮影は別だったんですけれども、同じ CM に出てたということで、そういうきっかけもありまして、なんか一緒にやろうよみたいな感じで、言ってくださって、フェスでご一緒したのがきっかけで、彼の還暦の武道館のコンサートの時にコーラスをやらせていただいたりとか、そんな感じでチャーさんと一緒に仕事させていただいて、本当に大好きな先輩です。そしてチャラ今度チャラさんなんですけれども、チャラさんも私アルバムで一緒にご一緒させていただいたんですが、本当になんていうのかな、ジャンルレスな方だって、本当にいろんな音楽の素晴らしい要素を本当にチャラさんが自分の中で
創集して、出している方っていうかね、なんかすごくリスペクトしているアーティストで、女性としても素敵だなと思いますし、でチャラさんが結構早めにですねこう目をつけたミュージシャンがみんな売れるっていう、ちょっとそういうプロデューサー気質というんですかね。チャラさんはやっぱりこう先見の明がある方なのかなっていうふうにいつも思ってるんですが、はい。チャラさんとも一緒にやらせていただいた曲がありまして、キスキスキスという曲を一緒に作らせていただきましたけれども、本当にクリエイティブで楽しい時間を過ごさせていただきました。はい。そして、次は愛ちゃん。はい。もう愛ちゃんはもう皆さんのアイドルです。私のアイドルでもあるんですが、いつ会ってもね、みたいな、元気みたいな感じで、皆さんがいわゆるこうイメージする愛ちゃんなんですけれども、本当はでも多分すごく繊細な方で、優しいところとね、その自分に厳しいところもあるし、すごい繊細に人にたくさん気を使っているところもたくさん見てますし、私は本当に何度か2曲ぐらいお仕事させていただいたんですけれども、1曲一緒にやらせていただいた O2 という曲があって、これは本当に今でもね尖った曲だなと思うんですが、はい、一緒にレコーディングさせていただいて本当に楽しい時間、そしてやっぱりルーツ、音楽的なルーツもちょっと似てるので、すごく影響されましたね。そしてロスにレコーディングとかで行った時に、たまたま愛ちゃんがロスに行った時があって、カラオケ行こうよということで、なぜかダウンタウンのカラオケに一緒に行って、はい、ずっとカラオケ大会を2人でやったっていうね、ちょっと謎の時間もありましたけれども、はい、すごく大好きな先輩でございます。リスペクトしております。そして、同じ年とは思えないぐらい、本当に素晴らしい活躍を今されてますけれども、三浦大知くん、はい、この人はねすごいっすね本当にすごいだけしか言えないんですけど、本当にいつ会ってもフランクで、たまたまラジオ局とかで会っても「みゆちゃん元気?」みたいな「またご飯行こうね」みたいな言ってくれたりとか、なんかすごいこう沖縄出身っていうのもなんかまさにそういう感じがあるなっていうのをいつも感じるんですけど、すごいなんかフランクで優しくて、で真面目で、音楽大好きで、もういろんな音楽聴いているし、ダンスしかり歌もそうですし、その楽曲に向き合う姿勢とか全てが私は本当にリスペクトしているアーティストでございます。はい。で、この私がリスペクト、人生が変わった仕事ということで、コラボさせていただいたりとか、思い出に残っている曲、愛ちゃんのオーツ、大地君と一緒に作ったドリームオンとかね、ぜひぜひ皆さん聴いてみていただきたいなと思います。そしてですね、最近、お仕事した先輩ということで、ちょっと2人出させていただいたんですけれども、まず大黒摩季さん。はい。大黒摩季さんは、北海道の、先輩でもあるんですけれども、私が食べてきた給食の、給食で出てたパンは大黒摩季さんのお父さんの会社のパンだったっていう、パンの、会社の娘さんだったんですね。で、摩季さんが休業されてる時にたまたま私のライブに来てくださったんですよ。で、なんかいっぱいお土産をこう持ってきてくれて、美穂ちゃんに会いたかったんだって言ってライブ来てくれて、で、そこからまた会おうねなんて言ってて、今回ですね、この隣に名前が今書いてるんですけども、吉川晃司さんの、春に、やりましたガイズ&ドールツアーというのに、マキさんがコーラスで入りまして、で大黒摩季さんがちょっとそこに日本を入れたいということで呼んでくださって、一緒にツアーをやらせていただきました。はい、お越しいただいて皆さんありがとうございました。本当にね、大黒摩季さん優しくて、いつもなんかみほみほにとか、娘ちゃんにって言ってお土産をいっぱい持ってきてくれたりとか、吉川晃司さんも本当に素敵な方で、最近ねお仕事した先輩ですけれども、新たにリスペクトさせていただいております。あえて嬉しかった人いきましょうか。この方は絶対最初に出てくるんですけども、タモリさん。はい、ミュージックステーションに出させていただいたことが2回ぐらいあるんですけれども、その時に楽屋にご挨拶させに行かせてもらってですね、頑張ってねって声をかけてくださって、すごくこう本物なのかみたいな、やっぱちょっとこう私の中ではこう幻想的なアニマルっていうアニマルって言ったらなんですけど、
なんていうか現実に本当にいたのかタモリさんはっていう本当に目の前にした時にちょっとこうリアリティがなくてですね、ずっとちっちゃい頃から見てたので異様な感じっていうかありましたけれども、すごく会えてよかったなと思う、方でしたね。そして、隣に今書きましたけどもキキキリンさん、実際に対談をさせていただいたことがありましてですね、もう会いたい一緒に話したい芸能人の方っていうことで、いくつか名前を出させていただいてキキキリンさんに一番会いたかったんですけども、なんと仕事のオファーをしたら受けてくださって、彼女ね面白いんですよね。ファックスで仕事を受けてとかね、いろんな逸話があるんですけど、キキキリンさんと対談させていただいて、本当に亡くなられてしまいましたけども、今でも彼女の本とかね言葉とか、読むことが多いんですが、こんなかっこいい人いるんだっていう感じで、本当に一人でふらっと仕事場に現れて、メイクさんもいない、なんか衣装さんもいない、自分で洋服直して自分で着てみたいな感じで、自分で運転してきたのよって言って、目が半分見えないんだけどとか言ってたんですけど、とにかくなんかすごかったですね。この2人はちょっと異様な感じだったんですが、すごく会えて嬉しかった人です。そしてトータス松本さん、ウルフルズのトータスさんもこちらは覚えてるかわからないんですけれども、ロックインジャパンというフェスに出させていただいた時に、楽屋がすごい近くてですね、ちっちゃい頃からトータスさん大好きだったので、楽屋に何回も挨拶行ったんですね。3回ぐらい行ったのかな、なんかもうクレイジーになってね、もうちょっとドン引きされましたけれども、なのでそれで覚えてらっしゃるかもしれないですが、会えて嬉しかった、トータスさん。そしてピーボ・ブライソン、ピーボ・ブライソンはご存知の方はご存知だと思いますが、アラジンとか、美女と野獣の、主題歌でね、すごく素敵な歌を歌ってる方なんですけれども、ピーボ・ブライソンが日本に来日した時に、クラシックの、オーケストラと一緒にコンサートをやったことがありまして、その時にですね一緒にアラジンを歌わせていただいたことがありまして、本当に夢の世界というかね、本当に会えて嬉しいなと思った方です。そして最後はジョー・ウォルシュ。これはちょっと皆さんパッとギタリストは分かると思いますけれども、イーグルスというバンドの、ギタリストがいるんですけれども、たまたまちょっと企業パーティーみたいなのがあった時にですね、私がブッキングしていただいて行ったら、ジョー・ウォルシュと一緒にホテルカリフォルニアをやる羽目になったっていう謎の会がありまして、本家大元とですね、私のいつも一緒に演奏してるバンドのみんなにジョー・ウォルシュを迎えてホテルカリフォルニアをやったことがあるんですけども、本当にちょっとレジェンドの方なので、すごくいい方だったんですが、会えて嬉しかった、人でございます。さあ、この下行きましょう。じゃあ今後コラボしてみたい人、ちょっと私ねずっとオファー出してるんですよ。ウォンクというバンドがいてですね、なんかこのずっと注目しているバンドなんですけれども、どっかで一緒にできたら嬉しいななんて思っております。そして、コリーヌ・ベイリー・ラエ、昔から大好きなアーティストでですね、彼女の曲も、ファーストアルバムで歌ってたりとか、するんですけれども、来日すると必ず会いに行っているアーティストなんですが、本当に大好きな世界観のあるアーティストで、いつか一緒に曲を作ってみたいなと思っております。そしてもう一人大好きなシンガーなんですが、タミヤ。彼女はですね、カナダ出身のシンガーなんですけども、私が小学校の時からずっと聴いている、アーティストで、なんかいつかお会いしたいなとずっと思っているアーティストでございます。では最後いきましょう。私福原美穂が楽曲提供したアーティストということで、ちょっとあんまりね数多くないんですけれども、まずですね、リトルグリーンモンスター、リトルグリーンはですね、何曲か書かせていただいて、で本当に5人のねコーラスも考えたりとか、してたんですけれども、リトグリの曲を書かせていただいてます。実はウィキペディアでぜひ皆さん見てください。情報が出てますので、ね、ウィキペディア、それからなお吉岡ちゃん、彼女のデビュー曲も書かせていただきました。そしてヤマピーですね、山下智久さん。実は小学校の時に一番大好きなジャニーズの私のアイドルがヤマピーだったということで、後になってからですね、そういう楽曲を提供させていただく機会をいただけて、本当に、嬉しかったんですけれども、一緒にやらせていただいております。
ということで、まあ相関図、今日はちょっとこんな形でですね、尊敬するアーティスト、人生が変わった仕事、家族、会えて嬉しかった、芸能人ですね、今後コラボしてみたい人、楽曲提供ということで、ちょっと紹介してみました。どうでしたでしょうか、皆様。はい、これらの曲とかぜひ聴いていただきたいなと思いますので、またチェックしてみてください。ありがとうございます。いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。